皆さんこんにちは。まずは大聖堂広場から見ていきたいと思います。通称ドゥオーモ広場と呼ばれますけれども、ここはとっても見どころが多いので、動画は別に作っていますので、そちらの方をご覧ください。前回の動画のメディッチ家礼拝堂のドームや中央市場の緑色の屋根も見えます。正面には共和国広場のフィレンツェの凱旋門が見えています。いつも大道芸人たちがいて、とても陽気な広場です。これは自分も試してみたんですけれども、簡単そうでなかなか入らないんです。入らないということはすでに幸せな証拠なんだなと勝手に解釈しています。ベッキオ宮殿前のシニョリーヤ広場はたくさんの観光客であふれています。宮殿の右端の壁にミケランジェロの落書きがあります。最近パリのルーブル美術館でこれそっくりのミケランジェロの絵が見つかり、この落書きが本当である説が強くなりました。この広場で中世の衣装を着た人々のパレードに会いました。中世の衣装とナイキのシューズの組み合わせがおしゃれです。それではベッキオ宮殿の中に入ってみたいと思います。まずは入場料を払わなくても見れる中庭になります。回廊の天井もすごい豪華ですね。なんといっても宮殿の一番の見どころはこの500人大広間ではないでしょうか。規模や装飾に圧倒されてしまいました。観光客が少ない分、自分はベルサイユ宮殿よりもこっちの方が好きでした。ここの地図の間では世界中の地図を見ることができます。
タリアは結構正確な地図になってますけれども、日本はこんな状態になっています。それでは宮殿の塔の上に登っていきたいと思います。ウフィッチ美術館の屋外カフェとその下の広場が見えます。ここから見る大聖堂の眺めはとっても素晴らしいです。メディッチ家の事務所だったところが美術館になったもので、有名な芸術作品に出会うことができます。ヴィーナスの誕生同様、ボッティチェリによって描かれたルネッサンス絵画の名作です。ヴィーナスの誕生の方は、ほれほれすっぱだかで立っていたら風邪をひくからこれを着なさいって感じですかね。トリブーナは6000枚の貝殻で飾られたドーム天井を持つ部屋で、とても驚いてしまいました。レオナルド・ダ・ヴィンチの部屋では彼の未完成の絵も見ることができて、非常に興味深い場所でした。中でも大天使ガブリエルがマリア様に「マリア様、あなた妊娠してますよ」と伝える受胎告知の絵があるんですけれども、この絵のすごいところは、ガブリエルのいる左側に立って絵を見ながら右側に歩いていくと、マリア様の股がどんどん開いていくように見えるところなんです。なぜか筋肉隆々のマリア様が見れるミケランジェロの聖家族も見逃せない作品です。屋上のカフェでちょっと休憩です。フィレンツェで一番古いベッキオ橋は素晴らしいアーチ橋です。2階はバサーリ回廊というメディッチ家の人々が使っていた通路になります。昔は肉屋さんとか魚屋さんが橋の上にあったらしいんですけれども、衛生上好ましくないということで、今は金細工や宝石屋さんとなっています。ちょっと場所が離れていますけれども、フィレンツェ市内を一望できる広場に向かっています。広場にはダビデ像の複製品が立っています。ここからはフィレンツェにやってきましたと思いっきり感じることができる素晴らしい眺めを楽しむことができます。最後はサンタクローチェ教会です。Buongiorno, 2 biglietti per favore. 16 euro, 16.
ここは有名な人が眠っていることで有名です。地球は回っていると地動説を唱え裁判にかけられたガリレオ・ガリレイですが、亡くなって350年後にようやくローマ法王から謝罪の言葉を得ることができました。ミケランジェロのお墓は上のカーテンなどだまし絵のついたお墓になっています。どこからどこまでがだまし絵なのかお分かりになりますでしょうか。新曲を書いたダンテのお墓もあります。多くの画家が最後の晩餐を描きましたが、こちらはジョルジョ・バサーリの作品です。近くに猫カフェもありました。フィレンツェはとっても美しい街ですね。またいつか行ってみたいと思います。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければいいねマークのクリックとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。さようなら。